皆さんこんにちは。プチオタ独身男のマッツンです。今回はそのビスクドールは恋をする、通称キセ恋の聖地巡礼をするため埼玉県岩槻市にやってきました。キセ恋は2022年に放送していたアニメなんですけれども、個人的にマジでハマったアニメで、もうね、漫画本を大人買いしたぐらいハマりましたね。今でも新刊が発売するのを今かと待ちわびているほど大好きな作品なんですよ。しかも2期のアニメの制作も決定しましたからね。マジで楽しみです。岩槻市は昔から人形作りが有名な町で、ここにもあるんですけれども、人形の町っていう風に言われています。アニメの雰囲気をたっぷりと味わえると思うので、楽しんで聖地巡礼していきたいと思います。じゃあパイセン行きましょうか。行動力。今回はどんな流れで聖地巡礼するんですか？まずは岩槻市、その後に池袋、浦和の順番で回っていくよ。最後におまけとして岩槻駅周辺の観光スポットも紹介しているので、一緒にご視聴いただけると嬉しいです。なるほど、キセ恋はマジで好きなアニメなのでめっちゃ楽しみです。俺は見てないから、マッツン解説よろしくね。なんですって。任せてください。まずは岩槻駅構内。ここはマリンちゃんが初めて五条くんの家でご飯を食べた時に、マリンちゃんをお見送りするシーンで登場した場所っすね。五条くんに恋心が芽生えて出れる顔が最高に可愛いんだよな。何？恋愛アニメなの？まあそうっすね。メインはコスプレ衣装を作るんだけど、その裏側で恋愛模様が描かれるみたいな。あ、この道も五条くんの家でご飯を食べた帰り道に二人で歩いてた道ですね。忙しいな。キセ恋はアニメのカットシーンがあまり多くないから貴重なんですよ。ついでだから二人が歩いていた時の目線に合わせて撮影しておきました。めっちゃ気合入ってるじゃん。いや、アニメのカットシーンが少ないので尺伸ばしですよ。なんですって？ここの踏切もアニメのカットで一瞬だけ登場していましたね。1話で五条くんが通学中や、6話でおじいちゃんが退院した時とか、12話で浴衣を着たモブの女性2人組の姿とか。めっちゃ調べてるじゃん。まあ駅から徒歩5分くらいで行けるからすぐに見つけられてよかったよね。この橋からの風景もカットで使われてるんですけど、望遠レンズがないと無理でした。iPhone の限界を感じましたね。まあそれは仕方ない。駅から一人でレンタサイクル借りて、30分かけて行ってたからね。お疲れ、あざっす。まず最初にやってきた場所は工事人形さんです。工事人形さんは五条くんの家が営む日本人形のお店のモデル地ですよね。アニメでは何度も登場している場所なので、めちゃくちゃ印象的な場所ですよね。特に個人的に印象深かったシーンは第3話で五条くんがマリンちゃんのしずくたんのコスプレ衣装の夢を見て無声するシーン。五条くんも男だったかって共感しちゃいましたよね。ちなみに工事人形さんはアニメと同じように日本人形を作っているお店で、市松人形は全国有数の出荷量を誇るお店だそうですね。建物の中に入ることはできないんですけれども、お店の外観はアニメそのままなので、見ただけでテンションが上がると思います。なので聖地巡礼に来た時はここに寄って写真撮影するといいかなっていうふうに思います。というわけで次の場所に向かいたいと思います。この人形店はそんなに重要な場所なの？パイセン何言ってるんですか？ことあるごとに色々な角度からアニメのカットで登場してましたからね。しかも、家の中で衣装を作ったり、ジュジュ様と色々あったり、ツルツルぺったんこなんですよね。何言ってるかわからないけど、マッツンのにやけてる顔見たらなんとなく想像できるわ。ツンデレロリっていつの時代になっても鉄板ですよね。ちなみにこの道の通りには、工事人形の建物がいくつかあったけどお店と工房で分かれていそうでした。次にやってきた場所は、鈴木人形さんです。なんですってまあ茶番は置いといて、確かに鈴木人形さんはアニメでは登場していません。なんですけれども、鈴木人形さんはキセ恋が連載の前に取材をして作りましたって漫画の後書きで書いてあるくらい、実はかなりゆかりのある場所なんですよね。ちなみに若菜のモデルの人は鈴木人形3代目の店主さんらしいですね。キセ恋といえば五条くんの衣装作りが見どころの一つだと思うんですけれども、連載の前に作者さんがひな人形の衣装を作れるからって人間の衣装って作れないんじゃないのって鈴木人形さんに聞いたらしいんですよ。そうしたら
鈴木人形さんは、そんなことないですよっていう回答をもらったことがきっかけで、キセ恋の連載が始まったそうなんですよね。だから、鈴木人形さんがなかったら、もしかしたら、キセ恋は生まれていなかったかもしれないので、聖地巡礼に来た時は、そういう感謝の意も込めて、一緒に訪れてほしい場所だなっていうふうに思います。ちなみに、鈴木人形さんのことについて少しだけ紹介しておくと、鈴木人形さんは1934年に創立して、現在では人形製造における全工程を一貫して行っている希少な人形工房らしいんですよね。で、アニメと同じように工房の見学も無料ですることができるので、もし興味があるよっていう人は、お店の中にショールームスタッフがいるらしいので、ぜひ声をかけてみてはいかがでしょうか。なんかね、年中無休って書いてあったんですけど、今日は残念ながらお休みなんですよね。というわけで、私たちは次の場所に向かいたいと思います。次にやってきた場所は、水野書店さんです。こちらの水野書店さんもアニメでは登場していないんですけれども、どうやらお店の中はキセ恋のグッズとか、あとは聖地巡礼ノートとか置いてあるらしいんですよね。なので、一応紹介だけしとこうかなって思います。ちなみに、この水野書店さんは本屋さんなんですけれども、カフェスペースとかもあるので、ぜひね、立ち寄った時はカフェでゆったりしてみてはいかがでしょうか。というわけで、中入ってみましょう。おお、キセ恋の漫画本が全巻揃ってる。しかも全巻複数冊用意されているとか最強かよ。店内はすごい綺麗な本屋さんだったよね。ほんと、外見の見た目とは大違いでしたね。失礼な。キセ恋のネンドロイド、アクスタも最高に可愛いですね。しかもみんなコスプレしてるし。今日一テンション上がってるな。やっぱ聖地巡礼に来たら、キャラグッズは見たいですからね。聖地巡礼ノートもみんな色々なことを書かれていて嬉しくなりますよね。というわけで、ここからは池袋の聖地を回収しに行きます。いきなり都会になったな。人多すぎわろた。そこ笑うところ？池袋はコスプレ衣装の素材を買いに来たり、コスプレイベントに参加したり、アニメでは結構登場してましたよね。まあ今回は、コスプレイベントの会場にしか行けないんだけどね。まあそこに行けるならいいか。切り替え力。できれば二人が食べてたラーメン屋さんも行きたかったけど。ちなみに今紹介している場所は、オープニングで登場したり、池袋で二人が待ち合わせに使っている場所でした。お、マミタいるじゃん。メッカは、宗志くんと龍馬くん、ランスロットに剣心まで。でも、この中で、一番いい力こぶをしているのは、俺ですかね。というわけで、次にやってきた場所は、池袋にある東池袋中央公園です。ここは、五条くんとマリーちゃんが初めてコスプレ衣装に参加した場所ですよね。マリンちゃんのしずくさんのコスプレ衣装が可愛すぎなんだよな。アニメでは人混みが少ない場所にっていうことで、他の場所に移動していたので、私たちもそっちの方に向かいたいと思います。俺はあんまりコスプレについて詳しくないんだけど、本当にこの公園でイベントが行われてるの？どうやらサンシャインシティで、池袋アコスタっていうコスプレイベントが開催されてるそうですよ。少し興味あるよね。それはわかります。アニメでもたくさんのレイヤーさんが参加してましたからね。やっぱり自分の好きなことを表現できるのはいいよね。その中で人混みを怖がってる五条くんの姿が可愛いんだよな。マリンちゃんとのデコボココンビのやりとりも見どころの一つですからね。じゃあとりあえず上の方に行ってみようか。てか、めちゃくちゃおしゃれな階段だな。来る場所間違えた？確かにおしゃれだし、写真映えしそうな場所だったよね。というわけで、サンシャイン広場に到着しました。ここで、マリンちゃんがオタクの人に声をかけられて、初めての写真撮影をするんですよね。オタクにも優しい美少女とか、最高かよ。じゃあパイセン、俺のこともせっかくだから写真撮影していいっすよ。行きましょうか。パイセン、パイセン、俺、服が脱げそうです。俺は一体何を見せられていたんだろうか？いやー、脚光がまずかったですかね。もっと綺麗に撮れたと思うんだけどな。そっちじゃなくて、だってここはマリンちゃんが初めて写真撮影会した場所だから真似するしかないじゃないっすか。生身の独身男の姿はただのグロ映像だよ。アニメではオタクっぽいカメラマンの男性も、マリンちゃんとツーショット撮影して照れながら喜んでましたよ。
そりゃあ、女子高生の美少女と一緒に撮影できたら嬉しいでしょ、じゃなくて、なぜかウルトラマンのオブジェも置いてましたよね。そうそうかっこよかったよね。もういいや、ノリツッコミありがとうございます。じいちゃん、俺は、今、ラブホテルにいます。というわけで、次にやってきた場所は、浦和駅の近くにあるホテルゼロです。まあ、いわゆるラブホですよね。そうです。これからパイセンと一緒にこのラブホに行くわけではありません。ここはアニメでは第11話でサバコマのゆずきゅんのコスプレ衣装をするためにマリンちゃんと五条くんが訪れたホテルなんですよね。撮影スタジオと間違えて予約しちゃう天然気質のマリンちゃんも尊いですよね。当然中には入らないんですけれども印象深い場所だったので一応紹介しておきました。リズキュンのコス衣装も可愛かったな。マリンちゃんが着ると何でも似合いますよね。そりゃアニメのキャラクターだからね。五条くんもその気になって写真撮りまくるんだけど、最後は甘々な展開になって高校生らしくてたまらないんだよな。というわけで、キセ恋の聖地巡礼は以上となります。八潮市廃病院スタジオに行ってないって。それがですね、今年の6月に解体しちゃったそうなんですよね。なので、アニメで登場したカットシーンはあんまり多くなかったかなっていうふうに思うんですけれども、アニメで登場したシーンはしっかりと紹介できたかなっていうふうに思います。2期の放送も決まってて、ますます盛り上がるかなっていうふうに思うので、キセ恋ファンの人はぜひ岩槻市に聖地巡礼してみてはいかがでしょうか。で、アニメで登場したシーンが少なかった分、代わりに岩槻駅周辺の観光スポットを少しだけ紹介したいと思うので、ぜひね、一緒に合わせてご覧いただけると嬉しいです。それでは、どうぞ。やってきた場所は、岩槻愛宕神社です。どうやら、あっちの方に鳥居の方があるらしいので、とりあえず行ってみたいと思います。じゃあさっきの場所から歩いてきたんですけれども、どうやらね、鳥居は向こうの方にあって、こっちに社殿があるそうなので、この中に向かっていきたいと思います。で、愛宕神社は創建年数はわからないんですけれども、どうやらね、岩槻城を築城するときに一緒に建てられた神社らしいですね。で、近年はやっぱり人形の町っていうこともあって、27段の石段で飾る大ひな壇祭りみたいなのも行われているそうですね。だから3月付近に来た場合はすごい立派なひな壇を見ることができるかもしれません。あと愛宕神社を説明する上で欠かせないのが、ちょっとね、ここにも説明書があるんですけれども、やっぱりここは岩槻城の大構というふうに言われている場所だったんですよね。で、岩槻城の大構って五北条市の直外になっていた岩槻城は戦略的な重要地とされていて、城の防御力強化とか武器なんかを確保するために巨大な土壌と塀を築いて、お城と城下町を一体化して長期戦に備えていた場所なんですよ。で、どうやらその土壌が約長さ8キロにも及んで作られていたことから岩槻城の大構というふうに言われているそうですね。せっかくなんで大構の上にあったというふうに言われている愛宕神社の方で参拝しに行きたいと思います。じゃあさっきの階段を登ってきたところにあるのが社殿なんですけれども、こちらの社殿は1923年の関東大震災で昔建てられてた社殿が崩壊しちゃって、どうやらね、再建されたものらしいですね。だから比較的新しい作りですよね。というわけで次の場所に向かいたいと思います。次にやってきた場所は時の鐘です。なんですけれども、英語表記ではなぜか時の鐘ベル。謎ですよね。っていうふうにパイセンが、なんかさっき怒ってました。で、ここに時の鐘の説明があって、この奥に行くと実際に時の鐘を見ることができます。で、時の鐘は岩槻城の狩猟で1671年に作られたそうですね。で、当時はですね、領内にいる人々に時刻を知らせるためにこの時の鐘が作られたそうで、
で、今あるものは1720年に改鋳されたものなんですよ。立派な鐘ですね。まさか聖地巡礼ついでに歴史も味わえるとは。最高かよ。近くの方に行ってみましょうか。おお。やっぱり1720年からあるだけあって、かなり来てますね。すげえ。ちなみに、時の鐘って、川越の時の鐘が有名だとは思うんですけれども、今も鐘が鳴る時の鐘としては、ここにある時の鐘が一番古い日本最古のものだそうですね。川越はちなみに1894年に改鋳されたそうです。まずは一周してみましょうか。せっかくなんで。やっぱりもう古さが伝わってくるぐらい結構木にダメージありますよね。この時の鐘は現役で鐘が鳴るって言ったんですけれども、毎日朝と夕方の6時と正午に鐘が鳴るそうなので、ちょうどその時間に合わせてくると、もしかしたら時の鐘の音が聞けるとは思うので、はい、そちらもね、合わせて一緒に来てもらえればいいかなっていうふうに思います。というわけで、次の場所に向かいたいと思います。次にやってきた場所は、岩槻市の中でも、有名な観光スポットでもある岩槻城址公園です。ここの岩槻城址公園は、どうやらね、昔あった岩槻城の跡地として公園を作ったそうですね。だからね、この辺りはね、昔はどうやら池になってたそうなんですよ。で、公園の敷地の中には、遊具施設であったり、いろいろ見どころがあると思うので、有名な場所を紹介していきたいと思います。なので、早速中の方、探索していきたいと思います。次に紹介するポイントは、岩槻城城門です。で、ここの城門は、木の部分が黒く塗られていることから、どうやらね、黒門っていう名前で親しまれてるそうですね。昔は三の丸のあたりにこの城門が設置されてたそうなので、歴史好きの方はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。次に紹介するポイントは、先ほどの黒門からすぐ近くにある岩槻城裏門です。このね、岩槻城裏門もやっぱりね、すごい歴史ある建物で、昔岩槻城にあったものを移築されてここに置かれているそうですね。いやー、もうこうやって見るとすごい歴史を感じてテンション上がるんですけれども、こうやって横から見るとなんか半分しかなくて貧乏っちゃまくんみたいなイメージがして、少しね、質素な風に印象を感じてしまうかもしれないんですけれども、ぜひこの岩槻城址公園に寄った時は立ち寄ってみてほしいポイントかなっていうふうに思います。次に紹介するポイントは堀障子です。堀障子は何かっていうと、今ね、ここに見えてる土管みたいなやつですね。これはね、どうやら五北条氏の特有の築城技術らしくて、お城の堀に設けられた障害物のことを言うらしいです。堀に入った敵の移動を妨げたり、自分の味方の飛び道具の命中率を上げたりするのにすごい一役買ってたらしいですよ。確かに今でこそこういう風に遊歩道が設置されてますけど、急にこんな障害物が現れたら確かに移動しにくいなっていう風に思います。いやー、そうやって考えると昔の人って頭良かったんですね。ぜひ皆さんも自分の体で体験してほしいなっていう風に思う障害物でした。次に紹介するポイントは、岩槻城址公園のシンボル的な場所とも言われている八つ橋です。やっぱりね、八つ橋っていうのを聞くと京都の食べ物を思い出しますけど、そうじゃないらしいですね。この八つ橋はね、こっち見てもらえばわかるんですけどね、菖蒲池の上に建立された橋なんですよね。何がすごいって、まずこの真っ赤色の橋がもうすごい映えますよね。あと中に入ってもらえたら見えるかなとは思うんですけれども、この橋の形すげえジグザグしてるんですよ。なんかね、どうやら上から見ると稲妻型なんかに見えるなんていう風にも言われてるそうですよ。この辺で写真とか撮ると映えそうなので、ぜひ岩槻城址公園に来た時はこちらに寄って写真を撮ってみてはいかがでしょうか。次に紹介する場所は絹郷です。こちらね、絹郷は1960年から1991年まで東武鉄道の特急電車として本当に走っていた車両らしいですね。しかもこの車両の中、土日祝日だったらなんと無料で見学することができるんですよ。だから電車好きの人にはたまらないと思います。歴史も学べて、
電車まで楽しめちゃうって。せっかくなんで、この車両の中入ってみたいと思います。すごいですね。かっこいいですよね、やっぱり。昔ながらのスタイルが。今からなんか旅行に行く感じですよ、新幹線で。運転室は完全に廃墟です。おお、エアコンが効いてます。マジか。無料なのにエアコンが効いてるとか、マジで、これはね、夏、もしお子さんとかいる場合、子供を連れてきて、子供が遊んでる最中、親御さんとかは、ここで休憩して寝るのとか全然ありだと思うので、電車が好きじゃない人でも、ぜひこちらに乗ってみてはいかがでしょうか。その他のスポットもダイジェストで紹介しておきます。岩槻城址公園は、昔の水掘りの名残のせいか、至る所に池がありましたよね。緑も多いし水の音とのコラボが癒されるよね。真夏じゃなければ、なぜかトーテムポールも置いてましたよね。岩槻市とゆかりがあるんですかね。どうだろう。今まで暑さでぐったりしていた独身男が急に飛び出していったけど、バッテリーカーですって、しかもトーマスやアンパンマンが喋ってくれましたからね。子供は喜ぶだろうね。子供は。次にやってきた場所は、岩槻人形博物館です。この建物、すごいモダンチックなんですけれども、どうやらここは2020年にオープンしたばかりの日本人形の歴史と文化を学べる施設らしいんですよね。やっぱり岩槻市に来たら少しでも日本人形のことについて知って帰りたいかなっていうふうに思うので、館内はもしかしたら撮影できないかもしれないんですけれども、私たちはこの中に入っていろいろと日本人形のことについて学びたいと思います。なので皆さんもぜひ岩槻に寄った時はこちらにも寄ってみてはいかがでしょうか。貴重な日本人形がたくさん置いてあって勉強にはなりましたよね。でも時期によって料金が変わるのはやられたよね。ホームページにも掲載なかったし、そりゃあねえぜ。まあ最近の日本人形は日本人だけじゃないってのが面白かったよね。エヴァの日本人形とかね。マジテンション上がったわ。結局、アニメ関連のグッズが一番テンション上がるのね。というわけで、2度目のエンディングです。いやー、私ね、普段あんまり綺麗って言葉は本当に自分が感動した時にしか使わないんですけれども、岩槻市は正直めちゃくちゃ綺麗な街でしたね。ぜひキセコイの聖地巡礼ついでに岩槻市の観光もしてほしいなっていうふうに思いました。というわけで、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。